皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はこんなコメントをいただいたので、それについてお話ししていこうと思うんですけど、大切な人が車椅子ユーザーですと。日頃は仕事にも復職され、趣味活動や旅行などにも行ってとっても前向きです。いつも私に元気をくれています。でもお酒を飲むとネジが外れたように本音が出てきて爆発しているのを見ると自分が何もできずとても辛いです。まこさんが言うように、彼の気持ちは絶対に分かってあげられないのも理解してるつもりですが、中途半端に理解しようとする私がそばにいるのが辛いのかもしれません。まこさんは近い人に言われて嫌だったこととか、ありがた迷惑だなと思ったことがありましたか？あとは嬉しかったことなどありますか？っていう風なコメントをいただきました。私がね、動画の中で何回か言ってるんですけど、やっぱ当事者の気持ちは当事者にしかわからないっていうことを多分言ってるから、この方がね、こういったコメントもいただけてるのかなと思うんですが、まあでもそれって、その障害というところってまあ確かに大きな部分ではあるけれども、当事者の気持ちは当事者にしかわからないっていうのは、障害あるなし関係なく、どこにでもそういったパターンってあるのかなって思うんです。例えば、野球めっちゃ頑張ってます。うまくいかなかった。プレーがうまくいかなかった。コーチとかから言われるのは、まあわかるかもしれないけど、なんか外野がね、もうお客さんとか、なんか全然野球ができない人たちから、ああだこうだ言われた時に、いやじゃあお前やってみろよみたいなことがあると思うんです。私はそう思う人だから。だから、私がもし彼氏というポジションの人がさ、まあいる中で、彼氏の人は車椅子じゃないと。でも私の気持ち全然分かってくれないじゃん。この人のこと嫌いだって思ったなら、お別れをすると思うの、私は。だってそんな人と一緒にはいれないから。でも、普段は私自身もね、元気だし、楽しいことたくさんあるけど、それはやっぱり車椅子でしんどいこと、障害を負ってしんどいことっていうのは、どうしてもある。それは別に障害があるってこともそうだけど、人生において365日一生楽しいわけじゃないじゃない。それは私じゃなくても、障害がなくても、普段働いてる人も、だからみんなお酒を飲んだ時とか、何かこう、自分が爆発できるような空間があった時に発散して言いたいことを言ってよしじゃあまた頑張ろうとか楽しもうっていう風な切り替えがあると思うんです。だからまずこのコメントくれてる人に私自身がね思うことは、彼氏さんからなんかお前の存在がみたいな、なんかお前の存在がというか理解してくれないの辛いとか、なんでそんなに俺のこと分かってくれないのとか、なんかそういう言葉がないのであれば、一緒にいててもいいと思うし、別にあなたの存在が辛いっていうことはないと思います。逆に、そうやって目の前で愚痴を喋れるっていうことは、その弱みをちゃんと言えてるっていうことでもあると思うので、逆にこの人に言っても、こんな弱い俺を見せても大丈夫なんじゃないかっていう思いが逆に私はあるんじゃないかなと思います。だってずっとこう強がりな人だったら多分そんな弱みも見せずにいると思うからね。どういうところを私がサポートしたらいいのか、どういうところはしてほしくないのか、またはやっぱり自分がサポートしてほしいな、その当事者の人がねサポートしてほしいなって言うまではもう何にもしないでほしいっていうのが、様々だと思うんです。だからそういうのを話せる時にちゃんと話すっていうのも大事だと思います。障害っていうところのポジションで普段のパートナー生活より悩みが1個2個増えることもあると思うんですけど、そこもちゃんとお互いが話し合うっていうことが、私はいないけどもいないけども、でもそうやって意思疎通するために大事なことだと思うんです。私自身も車椅子になって彼氏がね2人いましたけど、車椅子のことを理解してもらえないからとか、そういうことが一番のメインで別れたっていうことではありません。一番最後にお付き合いした人は
普通に別れ話を私がね言った後に後出しじゃんけんかわかんないけど、車椅子のサポートしていくのなんかしんどいかもみたいなことを言われたりしたけど、でもその前段階ではやっぱりわかんないから、こういうことをしてほしい、ああいうことをしてほしいで、あっちとしてはね、ちょっと男女が逆になっちゃうかもしれないけども、何でもサポートしてあげたいっていう風な気持ちになっちゃうんだっけだって分かんないからね、分かんないから何でもこう助けた方がいいのかなみたいな感じになっちゃってたから、いやそうじゃないよと、なんか別に私がやってほしい、お願いしたいっていうことを言ったら手伝ってくれればいいから、それ以外は別に何も思わないでって言ったのなんか普通に過ごしてほしいっていう、そういった話し合いのもとに日々過ごしてたんです。だからこう言われるの嫌だ、ああ言われるの嫌だっていうことがあるのであれば、お互いにねちゃんと話さなきゃいけないと思うなと思います。で実際にじゃあ私が言われて嫌だったことっていうのはやっぱりかわいそうだなっていうのを、近しい人にやっぱ言われたことがあるので、かわいそうではないんですよ。かわいそうではないっていうか、別にかわいそうって言われたからなんだよっていう話なのねかわいそうって言われても何も現実は変わらないから、頑張れっていう言葉は別にどっちでもいいかな。別に言われて嫌だったっていうわけでもない。言ってくれた人のポジティブな気持ちだと思って私は受け止めてるから、頑張れに対しては何も思わないけど、かわいそうはやっぱちょっと下に見てる感が若干あるというか、そういう感じが個人的には捉えちゃうから、かわいそうはやっぱり嫌だったなって思います。ありがた迷惑っていうことは近しい人ではないんだけど、これはさちょっと言いにくいところではあるんだが、その介護経験がある人たちとかっていうのは、私が例えば車から乗り降りする時とか、何か異常する時に何も言葉をかけずに手伝おうとされることがすごい多かったんですよ。やっぱ私は自立してるから自分で乗り降りができるわけ。乗り降りができるから別にサポートはいらないし、サポートの仕方がやっぱそれぞれ違うわけじゃん。皆さんがやってほしいっていうやり方があったりするんだけど、でもその福祉とかちょっと介護かじった時ありますとかしてますみたいな人っていうのは、自分がこういう風に習ってきてるし、自分はこういうやり方で普段介護してるからっていうのが何かあるのか分かんないけど、それのスタンスでやられるとみたいな、なんか違う私の感じじゃないみたいな、私の感じだと無理みたいな感じがあって、助けてもらうことはありがたいんだけど、私はこういう人たちと関わってます、なので自信がありますっていう人ほど結構強気で来るからこういう風にしてほしい、こういう風にサポートしてほしいってお願いするのが意外と伝わらなかったりして、逆に怖い思いをするなとか、逆にもっと言えばちょっと過剰だなとか、なんかそういう過解除ってね言われる言葉があるくらい、なんかそういう経験があるので、ありがた迷惑だなって思いました。だからやっぱりその人の通りにやった方がいいと思います。だから全介助の人とかおじいちゃんおばあちゃんとはまた違うし、やっぱ自立してる普段一人でやってる人ほどどうしても一人でできるというベースはあるわけよ。ただやってもらったらありがたい、できないところもあるっていう、この狭間にいるのがさ、多分一番自立してる中途障害の人のよくわからないポジションだと思うんで、本当にそういう人ほどこうしてほしい、ああしてほしいって言われた時だけお手伝いするっていうのがいいのかなと思います。で、嬉しかったことに関してはやっぱり友達かな、おいの周りの友達たちは、言うとか言わないとかではないけども別に普通だったの。だから本当に普通。私が確かにいろいろね悩んだこともみんなそれぞれあるし、どう接していいか分かんなかったこともいろいろあると思うけど、怪我する前の友達関係と今の友達関係っていうのは全く変わってないなって思う。でも全く変わってないわけではないんですよ、正直。そりゃでも私が大変そうだなって思うだろうなとか、めんどくさそうだなみたいなことが分かった上で
例えば今までは友達ん家にめっちゃ遊びに行ってたけど、あっちから、じゃあマコん家行くよとか、じゃあマコん家で遊ぶとか、なんか私の動きがあまりないようにしてくれたりとかね。別に言わなくてもやってくれてるっていうのもあったり、あとはバリアフリーのお店の把握をし始めてくれたりとか、私が言わなくてもトイレ入れそうだったよとか、調べる、リサーチするっていうそのめんどくさいところとか、そういったところをなんかちょっとやってくれてるっていうのはすごいありがたかった。だからそれこそ元彼さんとかもホテル予約するとかお店予約するとか、基本私が一番初めにやってたの。だってめんどくさいじゃん、調べんの。でも全然自分で調べるよとか、直接電話するからいいよみたいなことを言ってくれるし、それが苦じゃないからいいよいいよみたいなことを言ってくれるのはすごいありがたかったなって思います。だからそういうところでサポートしてもらうことは多分めちゃくちゃそのパートナーの人も嬉しいと思う。なんかそんな感じで何も私はね台本がなく今読んだものを今喋ってるだけなのでまとまりがない中ではなりましたが、当事者の気持ちは当事者にしかわからないところはあります。いつもポジティブでイエーイってやってる私でさえも落ち込むこともあるし、ムカつくこともあるし、悲しいことも障害があることであります。ただそれは言わせてくれ、言いたい時は言わせてくれ。やっぱり言える人と言えない人の前っていうのがどうしてもそれはあると思うので、言えてるっていうことはやっぱりそこに信頼があるっていうことだと思ってください。全てを分かってあげるっていうのは人間誰しも難しいので、でもその人の中でのやっぱり大切な軸となってるっていうことは理解して、またそのパートナーと一緒に楽しい時間をたくさん作っていってほしいなというふうに思います。はい。ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。